中島雄一という方は、ウィキによると、慶應義塾学部でラグビーをやった後、フジテレビに入社して2004年のめちゃイケの企画で中居正広のとこで昇格決定。プロデューサー担当した番組は、松本中居スマップナップ、草薙剛の女子アナスペシャルなど、ヒルさん、フジテレビ社内どうですか？僕、よく知らないんですよ。社員で誰がどうとかっていうのが。文春の記事的なやつはちらっと見たんですけど、で、それを見た限りであれば、それが仮に事実だとすると、中居さんとの飲み会というのが流れて、で、他の人も来ないけど、中居さんは家で料理を作っています。それでも来るっていうのを、相手の人に中居さんが電話で伝えました。中居さんは家にいます。料理をしています。他の人は来ません。で、そこでそれでも来るという状態で、相手の人が中居さんの家に来たというのであれば、それはフジテレビの会社として関与するべきことではないよねっていう、なので会社は関係ないということが、それが事実であれば正しいと思うんですよ。もちろんそれが嘘であるっていうのであれば、それはちゃんと調査した方がいいよねって話なんですけど。それがなんか休日とか休みの時の問題で、その勤務時間中に行くとかだったら、それは会社としてどうなのみたいな話になるんですけど、会社の勤務中であるという管理下において、そういうことを許すのであれば、それは会社としての意思があるよねって話だと思うんですけど、大人が休みの日に誰の家に行く。で、その人に誘われて行きましたというのであれば、それは別に会社が関与することなんじゃないんじゃないのというふうに思ってるので、なので、文春に書いているのが事実なのであれば、別になんか会社としてはどうでもいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、なので、なんか出てる情報が全て正しい、雑誌社が出している情報が正しいのだとすれば、逆にその第三者委員会とかにちゃんと調べてもらって、会社としては関与するものじゃなくて、あくまで大人がプライベートでやったことなので、会社としての関与はありませんっていうのが、第三者が調査した結果で出しますってなれば、あ、それはそうだよねってなると思うので、調査はさっさとやっちゃえばいいんじゃねえかっていうふうに僕は思いますけどね。フジテレビの株主の外国の会社が調査しろやっていう圧力をかけたっていうので、あれは正しいなと思うんですけどね。はい。フジテレビの会見がテレビ局のテレビのジャーナリズムなのに答えられません。50回以上といういい感じのオールドメディア感ですが、どう思いましたか？元からそういうところですよ。自分たちの権利を主張するために、社会はこうあるべきだとか、綺麗事を言うんですけど、自分たちの権利が脅かされるときは、そんなに知ったこっちゃねえよっていうのは人間そんなもんです。はい。利用するものは利用して得をするというのを考えるもんです。はい。ひろゆきさんは中居君のこと結構してたのによく考えればおかしな話なのにどうして手のひら返しの言動をするんですか？僕別に立場を決めてないんですよ。中居君の話というのはそもそも当事者である中居さんが出している情報というのが一時情報としてあります。で、相手方の人は表向きに情報は一切出ていません。当事者の人が取材で答えたと言われている話というのが出てるんですけど、ただ取材で答えたら和解違反になってしまうので、なので多分答えてないものを答えたというふうにしているとか、あとは本人から話を聞いた人が答えているというパターンだけで、実態として事実としてこれは事実として確定してるよねというものがあまりに少ないんですよね。で、少ない状況でああだこうだって言ってて、こうなんだああなんだって言ってるのって、いやいやそれものの決め方としておかしくねって話で、酒飲み話ならいいんですよ。飲み会の茶飲み話とかだったら全然いいと思うんですよ。で、ただそこで社会としてこういう人は干すべきであるとか、こうするべきであるっていう噂とか事実が確定してない段階で罰を与えるべきであるという話は僕違うと思うんですよ。これは悪さをしたよねとかっていうのが確定してるんだったら社会としてどうにかするべきだよねというのは僕もわかるんですよ。でも確定してない段階でそれやっちゃダメでしょっていうのって2年前ぐらいだっけ、セカンドレイの街草津っていうプラカードを持って草津に行った人たちいるんですよ。草津に住んでる子供たちがそれ見てどう思ったと思いますかっていう話なんですよ。草津町長に性暴力を受けましたっていう議員の人がいて、受けたと言われてる時間はドア開きっぱなしでした。窓開きっぱなしでした。隣の部屋には職員がいました。そんなのできるわけないじゃんっていう町長が言ったんですよ。でも立場の弱い議員という人が言ってる以上はこれは真実である。証拠もないし、やるのは難しいという状況証拠もあるけども、でも女性が勇気を出して言ったんだから、
これは性暴力があったんだっていうので、プラッカードを上げるような人たちがいたんですよ。で、結果どうだったかっていうと、女性議員が嘘ついたことを認めたんですよ。なんで認めたかっていうと、女性が自分で録音してたんですよ。町長と面会している最中の録音というのは女性側が持っていて、その録音聞いてる限り性暴力一切ないんですよ。だからなんか正直な人だなと思って、その録音隠せたらまだ裁判勝てるかもしれないのに、その録音自分から出してなかったよねってことになって、ないっすねっていうので、性暴力ありませんでしたってことになったんですけど、それでじゃあ何もなかったよねっていうので、良かったよねというふうに考える人もいると思うんですけど、セカンドレイプの街草津って言った人たちは、それ言われた人たちに何か保証しました？してないんですよ。自分たちの住んでる町がセカンドの町って言われて、その写真がメディアとかに載ったわけですよ。でもそれ嘘だったよねって分かったとしても、別に何か保証してないままなんですよ。で、やったもん勝ちなんですよね。なので、もちろん状況証拠的には僕は中居君結構やっちゃってんじゃねえかなって気はするんですよ。やっちゃってんじゃねえかなと個人的には思うんですけど、でも少なくとも事実が確定してない段階で、こうであると決めつけて、物事、社会の中で、じゃあ干すべきだとか、バッシングするべきだというのを言うのは僕は良くないと思うんですよ。兵庫県の斉藤知事のパワハラの時も、じゃあパワハラって何だったのって言ったら、今のところ証拠として出てきたのは、ポストイット、付箋を丸めて机に投げた。それパワハラっていうのが、でもあれも自殺した職員がいたよね。パワハラがあったよね。パワハラで自殺に追い込んだよねというイメージが流されて、すげえ悪いやつだっていうことになったんですよ。でもそれ調べてみたら、自殺した職員にパワハラした証拠は一切ありませんでした。ポストイットを投げたというのは確かにありました。っていうところだけなんですよ。なので真実で物事を判断すべきだよねっていうのは、僕は割と社会の中で誰かが言うべきだと思うんですよね。中井氏が本当にやらかしてたったら、それはもうみんなでも肩回してバッシングしようぜって話なんですよ。なので、まず事実が確定してない段階は、確定するまではどうしようもないよねっていう話なんですよ。これはだから、じゃあ中井氏の相手方の人が、もう和解なんかしたこっちゃねえやってね、こんなことされました。それはひどいよね、9000万っていうので、全然乗っかれるんですけど、まだ乗っかれるだけの確定情報ないでしょっていう話を僕はツイッターで書いてるんですけど、なぜか中井を擁護しているってずっと書かれる。芸能人やプロ野球選手の性的なスキャンダルが多いのは、男性の仕事をモチベーションを上げているからだと思います。今よりクリーンな社会になったら仕事で活躍する男性は少ないと思いますか？これね、男性はではないんですよね。経営者で女性に手をつ人が多いって言ったんですけど、スポーツ選手でもそうなんですけど、サラリーマンとか団体行動をするのではなく、個が俺の実力だとかっていう形で前に出ようとする人っていうのが、エネルギーの強い人が多くて、エネルギーの強い人というのは基本的に性欲が強い人が多いっていうことだと思うんですよね。やっぱモチベーションとか動機とかコンプレックスだったりとか感情の強さっていうのと努力できるかどうかっていうのは結構相関するんですよ。そこら辺努力ができるというのがやっぱり性欲が強い人って自分の性欲を発散したいっていうそのエネルギーが結構いってしまうので、なんかぼーっとしてたら気がついたら今日2時間経っちゃいましたみたいなタイプとか、絵描いてたら面白いから1日絵描いてたわははみたいな人ってやっぱり社会的な成功者にはなれないんですよね。なのでそういう意味でいくと、芸能人やプロ野球選手みたいな自分の実力で努力をし続けて成果を出し続けるという分野で成功する人は欲が強い人が多いので、結果として性欲が強い人も多いっていう。音楽やってる人とかもモテたいから音楽やるってやっぱ多いんですよ。音楽を本当に純粋にやりたいだけで、別にモテたいわけじゃないですっていう人より、男性でバンドやってる人はモテたいが先なんじゃないかな。Adoさんみたいな顔を出さないで歌手ずっとやってます、歌い手やってますっていう人って女性の方がやっぱり多いんじゃないかな。でも男性も顔隠して裏でいろいろ手出してる人もいるから何とも言えないか。やっぱりなんか人前に出るっていうのはね、モチベーションというか欲の強さっていうのは必要なんじゃないかなと思いますけども、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。